はい、皆さんおはようございます。今日はね、朝から来てます。今日はね、もう作業の方がね、十分できる暖かさとね、雪ももうないですしね、前回そこら辺ね、ユンボでゴミの方をね、片付けて、多少広げましたんでね。はい、今日はね、ちょっと春になりましたので、前々から言ってた、下のね、林道の方の、伐採の方をねちょっとやっていきたいと思います。で、今日やるのはね、ちょっと枯れた木とかね、そういったものを伐採するんですけれども、ちょっとねなかなか人力ではね倒すのが難しいような木がありますんで、そちらをねやっていこうと思います。で、そこで使うのがですね、今回ですねこちら、ウォーンっていうメーカーのねこのロープインチってあります。ドリルインチって言うんですけれども、こちらをね、ご提供いただきました。ご提供いただいたのはですね、株式会社オートプロズ様というところですね。で、オートプロズっていうのはね、いろいろ車の、部品ですとか、こういった四駆系のね、カスタムするような部品とかね、あと山でこう車を引っ張れるようなね、こういったウインチとか、そういったものをね結構ラインナップしております。ホームページ見るとねいろんな商品出ておりますのでね、ちょっと興味のある方、あと車にね、興味のある方ねちょっと見ていただければと思います。で、今回ご提供いただいたのはこのウォーンっていうねメーカー、これウインチの中ではかなり、トップクラスのね、メーカーになります。ウォーンですね。で、ウォーンからね今回出てるのは電気を使わないウインチなんですけども、こういったねドリルを使って、回してですね、でその力でね、ロープを巻き取ることができると、そういったものが出ております。で、こちらのね牽引力に関しては350キロというふうになってますんで、350キロのものを牽引できるとね、いうことになりますんでね。で、ここで注意が必要なのが350キロのものを持ち上げることができるわけではありませんので、あくまで牽引ですのでね、持ち上げの方はねしないでくださいということでねメーカーの方から言われておりますんで、基本的には牽引ですね。こういった感じで、車をね牽引する時とかね、山道でちょっとはまった時とかにね、牽引して出したりとか、そういう時にこれ一つあるとね、十分使えるものなのかなと思います。で、今回ちょっとね車とかで試したりはしないんですけれども、今回はちょっと伐採の方でですね、このウインチを使って、私も仕事でね伐採するときにねウインチ使ったり、あとチルホール使ったりね、で木を牽引して、そっちの方に倒すとかね、引きずり上げるとか、そういった作業をしますんで、それをね、このウォーンのね、ドリルウインチで、できるのかっていうのをねちょっと今日やってみたいかなと思います。これで引っ張ることができればかなりね、軽量ですしね、チルホールっていうのはあるんですけど、そういったものを山の中に持っていくと結構重いんですよね。ワイヤーロープですしね。で、今回はですねこれ繊維ロープのタイプにしてもらいました。2種類あってね、ワイヤーロープと繊維ロープありますんで、そちらのね繊維ロープタイプでやっていただきました。大体こう林業とかね山の方で使うときはこういった繊維ロープの方を使いますんで、これでね木に引っ掛けて引っ張ったりとか、特殊伐採とかっていう風なものでね、こう木を倒す方向をね、これで決めたりすることができますんでね、そういった感じで今日ねやっていきたいと思います。まずちょっとね商品の方開けてみたいと思います。はい。で、これがね、今開封したドリルウインチです。牽引力はね、すいません、340キロです。340キロ。で、合成繊維のね、ロープがついております。見えるかな？合成繊維ロープ。ワイヤーロープじゃないやつね。で、これがついてますので、こちらのタイプは軽量になっております。金額がね、ワイヤーロープより若干高いんですが、軽量モデルの、合成繊維ロープという風になっております。こうやってね、ぐにゃぐにゃ曲がるやつですね。とても扱いやすくてですね、強度もありますんで、これ4ミリのね、ロープになるんですが、とても強度がありますんで、340キロ十分にね、耐えれるね、ロープという風になっております。で、長さが 12.2 メートルという風になっておりますんでね。はい。で、こちらがね、本体重量 5.3 キロという風になっておりますんで、比較的ね、軽い部類になるかなと思います。もちろんね、チルホールとか使ったことある方ね、わかると思いますけど、あんなのね、重いやつ持ってね、移動すると結構大変なんですけれども、でっかいワイヤーもね、担いでね、あとチルホール担いでっていう風になりますんで、このドリルウインチがね、もし使えれば、
こういったね、前回購入したこちらのマキタのね、電動ドリルありますけども、こちらでね、これを回して、牽引することができますんで、ちょっと試しにね、巻き取りの方してみたいと思います。で、一応ロックのね、解除がありますんで、これロック解除ね、はい、しますと、ワイヤーを、こうやってね、手動で出すことができます。じゃあこれをね、一回ちょっとドリルを使ってね、ちょっと巻き取ってみたいと思います。はい、こんな感じでね、巻き取りの方ができます。で、このドリルもね、マキタのね、今回 HP484D ということで、前回購入したね、このドリル、スウェーデントーチ作るときにね、ご紹介したこのドリル使ってみたいと思います。パワーもね、ありますんでね、2段階調整のスピードがついておりますんで、これをね、1段階ですと力はありますし、2段階にすると速度の方がね、速くなりますんで、巻き取り速度の方がね、随分速くできます。で、あんまりね、きついときはね、1の方にしてね、ちょっとトルクを出すようにすればね、もしかして引っ張れるのかもしれないんですが、ちょっと実際ね、そこのところはね、実践して使ってみたいと思います。じゃあこれをね、一旦ちょっと山の中に持っていって、アンカーを取って、あとね、木にロープをかけたりしてね、これでね、引っ張るっていう作業の方ね、ちょっと実際にね、やっていきたいと思います。今からやるのは、まずここの新しく倒れた、この枯れ木、これはね、普通にチェーンソーで倒します。で、この大きい木はね、考えたんですけども、かなり危険なので、ちょっと一人でやるのはね、作業的にはできなくないんですけども、つる絡みとか結構ありまして、危険なので、後々ちょっとね、ちょっと後輩でも連れてきてね、ちょっと2、3人で作業しようかなと思います。最近ちょっと林業のね、死亡事故もちょっとね、近くで一人ありましたんでね、やっぱりちょっとこういった倒木というか枯れ木のね、処理だったり、普通のね、処理もなんですけどもね、木が裂けて下敷きになったりとかね、こう抜刀中にね、下敷きになって死亡したっていうのがね、やっぱ結構増えてますんでね、ちょっと一人でやるのはちょっとこの木はね、かなり大きいですんで、ちょっと危ないかなと思います。で、ここに追っかかってるこの枯れ木ね、はい、これ、斜めになってるやつ。これをね、ちょっと牽引して引っ張ろうと思います。で、引っ張るためにこれが邪魔ですんで、一回これを処理して、それに牽引装置をかけてね、上の方に引っ張ると。で、ここから下はね、前回、お見せしました私がねここ仮払いして川につなげるための道路になってます。で下に倒れると、沢の方に行って、めんどくさいことになりますんで、上にね、引き上げたいと思いますんで、その作業をね今からやっていきます。すいません、ちょっと前置き長くなりましたがね、ようやく作業の方を始めていきたいと思います。
はい、じゃあ1本目終わりましたんでね、2本目のね、右側の細いのね、それちょっと倒していきます。はい、じゃあ今ね、システムの方を組みました。思ったより結構長いんですね、上までね。で、かけれるのがあそこが限界だったので、あそこにね、一回かけました。まあ、枯れ木なんでね、軽いんですけども、途中で折れる可能性もありますんで、ちょっとね、失敗したらすいません。ここから引っ張って、ロープをかけてます。で、この桜の木ね、株立ちになってるこの桜の木があります。ここにね、スナッチブロック入れまして、そこからね、先をウインチのロープを引っ張って、この木にね、アンカーを取ってます。はい。で、これですね。はい。今これアンカー取ってます。こういう風に、来てます。じゃないとね、そこでアンカー取っちゃうと自分に木が倒れてきて危ないので、滑車でね、方向転換をしてかけてます。ひとまずこれでちょっとテンションをかけて、張り具合をね、ちょっと確認してみたいと思います。
はい、今ね、結構テンションかかってます。ちょっと木の方を見に行きます。はい、じゃあそこのね、ロープから今ね、1本木に渡ってますんで、ちょっとこれ様子を見ながらね、ちょっと受け口を作って、やっていきたいと思います。今ドリルの方のねクラッチがもしかして限界かな、結構張ってます。ちょっとクラッチがカンカンになってますね。多分これ以上巻くなっていうことだと思うんですけども、木の方のね追い口もちょっと入れて弱めてみたいと思います。はい、今ちょっとウインチの方はね、クラッチカンカンになってますんで、今かなり張ってますけども、ちょっと限界です。かける位置がやっぱ下すぎますね。やっぱ半分より上には行かないといけないので、ひとまず元を切ります。危ないけど、元切って、この沢より下にはね、行きませんので、もうこれで支えてますんでね。なのでちょっと元を切ってね、やっていきます。かなり力かかってるんでね、危ないんでね、ちょっと気をつけてやっていきます。
はい、もうちょっとねドリルからそこまでもうちょっと引き代がありますんで、いけるかな。いやー、上がね隣の木にもうかぶったんだね。分かってはいたんだけども、ちょっと力が強いかな。元を切ってちょっと下げてね、そこから引っ張ります。はい、じゃあだんだんね、下の方がね短くなってきて、軽くなってきましたんで、今3回目ねかけ直しましたんで、これでちょっと引っ張って倒れてくれれば、OK ですね。ちょっとやってみます。
はい、めちゃくちゃ疲れました。いやー、ちょっとね、苦戦したんですけども、まあなんとかね、無事に引き上げができました。ここにね、もみの木とこの木のね、間に、あと上のね、大きい木の間に挟まっててなかなか起きなかったんですけども、3回ね、ロープかけ直しまして、下げながらね、徐々に下げて、下に行くことだけはね防げましたんで、まあ成功だったのかなと思います。はい、これもうちょっとしたらあれだね、根っこ抜けるとこでしたね。もうこっち浮き上がってます。いやー、これ倒れてね下に行った日なんかはもうね、かなり大変な作業になりますんで、今のうちにね、処理できてよかったかなと思います。はい、今日はね、まあ伐採の動画なんですが、まあウオンのねウインチを使ってちょっと、伐採をね、牽引をしてみようということでねやってみました。オートプロズ様の方からね、今回ご提供いただきまして、この動画を制作しております。で、まあ通常はねこういった林道とかをね、例えばオフロードのね四駆とかで、遊びに来た時とかにね、ハマった時とか、そういう時にね引っ張る用途でね、まあ、開発されたかと思うんですが、まあそれ以外にもね物を引っ張ったりとか、こういう牽引ですね、牽引パッドをしたりとかね、そういう時にも十分使えます。で、機械がね壊れないようにちゃんとクラッチのね機構がついてましたね。こうカチッカチってね、ある一定以上の、340キロかな、以上の力がかかるとね、クラッチでねカチカチとね、内部の方壊れないようにね、守る制御もあるようですんでね、今回ちょっとね結構カチカチになりましたけども、まあ付け替えをしてねなんとか引き上げの方ができました。で、そこの木でねちょっと引き代が足りなくなったんで、最後この木にね、かけてね、引き代伸ばしましたけども、その時もねここのフックね外してただ移動するだけなのでね、とても簡単です。あと本当にね力が必要な時はもう1個貨車を使ってね、ダブルラインっていう、まあ、方法もありますんでね、そうしますと2倍の、まあ大体700キロ近くまではね、いけるかなと思いますんで、そういう使い方もあるかと思います。また今後ね、伐採、あとはまあ山の方の普通のね作業の方で、出るパンがね、たくさん出てくると思いますんでね。はい、今回はねこのウオンの、ロープインチですね、繊維ロープ、合成繊維のねロープの方でやってみました。またね、伐採、あと山の方のね、まあゴミの仕分け作業ですね、ぼちぼちやっていきますんでね。天気もね今日かなり暑いですんでね、今汗だくです。はい、まあ今後ともね、動画の方をご視聴いただければと思います。はい、じゃあ今日はね、まあ牽引バットということでねウオンのドリルインチを使ってやってみました。ありがとうございました。